皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア側から日本に対する制裁、入国禁止リストというものが発表されました。インターネット上ではこの入国禁止リストにどんな人物が載っているかといったことが少し話題になっていました。というわけで今回はそのことについて少し解説を行っていきましょう。それでは早速関連記事をご覧ください。ロシア、日本人63人を入国禁止に、岸田首相や教授、メディア幹部ら。ロシア外務省は4日、岸田首相ら日本の閣僚や学者、メディア関係者など計63人について、ロシアへの入国を無期限で禁止にすると発表した。ウクライナ侵攻をめぐり、対ロ制裁で欧米と足並み揃える岸田政権を、中傷や脅迫を容認するなど、前例のない反ロシアキャンペーンを繰り広げていると強く批判。専門家やメディアも西側の方針に同調し、ロシア経済の損失や国際的な権威の失墜を狙っていると牽制した。声明によると、閣僚では他に松野官房長官や林外相、岸防衛相ら7人が含まれ、衆参両院の議長も対象となった。与党では自民党の高市政調会長や公明党議員、共産党の志位委員長や立憲民主党、日本維新の会など野党関係者らが含まれた。国家安全保障局や外務省の高官、経済同好会の代表幹事、北方領土返還運動の関係者、ロシアやウクライナ関連の研究者もリストに入った。メディアでは読売新聞グループ本社の渡辺恒夫代表取締役主筆や、日経新聞社の会長、産経新聞社の社長、週刊文春の編集長らが対象となった。日本はロシアの侵攻後、幅広い対ロ経済制裁を決定し、2月27日にはロシアのプーチン大統領の資産凍結を発表した。これに対し、ロシアは日本を欧米とともに非友好国に指定。日本が4月に在日ロシア大使館の外交官ら8人を国外に追放すると、ロシア側も同月、日本の外交官8人を国外通報すると発表していた。というわけで記事では大まかな説明されているのですが、リストに誰が載っているかその総覧というものが記事では載ってはいませんでした。ただしロシア外務省の方ではそのリストについて公開されていたので少しご紹介しましょう。まず記事にもあったように日本の閣僚らの名前が並んでいます。その他政府関係者ら議員らの名前が並んでいます。ネット上では日本共産党の志位委員長だけではなく、日本の維新の会で1人だけ、もしくは公明党でも1人だけ、立憲民主党でも1人だけといったあたりで、なんでロシアはこの人物を選んだんだろうといった話なども出ています。もう一つ話題になっていたのが、沖縄及び北方問題に関する特別委員会枠で参加している議員については一通りその禁止リストに載せているということがあります。そのために政府関係者らや閣僚らの名前がいっぱい並んでいる中において、今井議員の名前が入っていることを注目している人たちもいました。ただしこれはあくまでも議員一人一人どういった人物かといったことを一旦横に置いておいて、北方領土を返してほしくば制裁をさっさと解けというのをメッセージとして発しているのかもしれません。そして行政枠では様々な人物が並んでいます。次にメディア関係者らの名前も入国禁止リストが発表されていたのですが、ここでは産経グループの関係者らの名前がずらずらっと並んでいるのが一つ特徴となっています。産経、読売ときて、じゃあ他の報道機関はとなった時に、朝日や毎日新聞の関係者らの名前がないといったところが、おそらくはロシアにとっては友好的な報道機関というふうに考えていたのかもしれません。また、どのメディアを制裁対象に入れるかといったその判断基準は、反ロシア的な論調だけではなく、親米的な路線を取っているかどうか、そこも判断基準になっているのでしょう。そしてちょっと突っ込みどころとして名前が挙がっていたのが、週刊文春の編集長の名前が載っていて、これはこの後、ロシア外交官らが日本国内でどんな悪さをしていたか、週刊文春に書かれるかもしれないなんていうことがちょっと気になっていたのかもしれません。そして最後に大学関係者。よくテレビに出てくる人の名前としては中村教授の名前が入っているわけですが、それ以外のロシアの軍事専門家であったり、もしくはヨーロッパの政治や軍事の専門家といったテレビでよく見るなといった方についてはあんまり名前が載っていない印象があります。そしてロシアは入国禁止リストを今回発表したわけですが、ウクライナに対する支援を行っている国その全てにおいて入国禁止者というものを設定しているわけではありません。ではなぜこのようにして日本が入国禁止リストとして発表されたかといえば、それは
日本に対して甘く見ていた、その時の裏切られた感じというものがおそらくあるのではないかと私は思っています。一体どういうことかというと、ここに一つのデータを提示します。それはロシアの外貨準備がここ近年でどのように動いていたかについてのグラフです。2014年、ロシアはクリミア半島を併合するといったことを強行しました。この時ヨーロッパを中心としてロシアに対して制裁をせねばといった動きが出ました。この時日本の政権ではロシアに対する強い制裁はかけなかったことから、日本はロシアに対する制裁というものはかけないんだなという一つ学習がロシア側に働いてしまいました。そのため2021年までに外貨準備として少しずつ日本にお金が置かれるようになりました。アメリカのドルであったりユーロであったりポンドといったものが制裁をかけられると使えなくなってしまうかもしれないなといったことを前提として外貨準備を減らしてきた一方において安全だなと思われたために中国の人民元や日本の円、そしてロシア国内に置いておくことができるゴールドなどが外貨準備として積み上げられてきたわけです。ところが今回のウクライナに対する本格侵攻が始まった後、欧米の資金凍結といったものはある程度ロシアも読んでいたでしょうが、ここで予想外のこととして日本もロシアの外貨準備というものを凍結したのです。その額は4から5兆円という発表されており、ロシアとしてはきっと制裁はかけてこないだろうと思っていたものがかけられたものだから非常に予想外で、そして不満を持っていたと思われます。今回発表したロシアの日本に対する制裁は基本的に全く気にする必要はありません。なぜならば、そもそも論として話をすれば、日本とロシアとの間における経済関係のつながりというものは非常に脆弱なものです。もちろん、ロシアから天然ガスや石油などを購入していますし、また木材や海産物などの取引もあります。しかし、日本にとっての輸出入の貿易額から言うと、そのトップ10の中にロシアの名前はありません。つまり、それほど大した国ではないのです。もちろん軍事的な脅威といった意味ではロシアは警戒しなければなりませんし、北方領土を奪われているという意味においてもロシアは決して無視できる存在ではありません。しかし、少なくとも経済的な関係というその側面だけを見れば、ロシアとの関係は非常に断ち切ることもたやすいのです。今回ロシア側から日本の政府関係者やメディア関係者らの中心として制裁をかけるというのであれば、かければいいじゃないかという反応の程度で私は十分だと思います。なお今回は日本の話でしたが、ロシアはこうした政府関係者の入国禁止といったものを他の国ではもっと早くかけています。例えばアメリカであれば、アメリカはロシア軍の本格的な侵攻が始まったその直後において、すでにウクライナに対する対戦車ミサイルの大量供与といったものを進めていました。そのため、ロシア軍の戦車が大量に越境攻撃をし始めたその直後から、次々と戦車が火だるまになって撃破される映像などが世界中に配信されるようなことになりました。このためロシアは非常に怒り狂って、日本よりもはるかに早く3月にはバイデン大統領ら閣僚についてロシアに入国禁止といったものを発表しています。またアメリカに続いてイギリスもウクライナに対する支援を積極的に表明していますから、イギリスの政府関係者も日本よりもはるかに早く4月段階において入国禁止が発表されています。このようにロシア側からも日本の政治家来ないでねという表明をしてくれたのですから、これを契機に日本はロシア外交といったものを見直すべき時に来ています。少なくともこれまでの日本とロシアとの関係においては、特に北方領土返還といったものが非常に大きな問題としてずっと残ってきていますから、ロシア側にしてみれば非常に有利な展開を続けることができました。もしも日本がお金を出してくれるんだったら、北方領土返還についても考えなくもないかもしれないからとりあえず金を出せみたいな外交というものが延々と続いてきたわけです。それに対して日本は基本的に武力の行使などは一切できませんから、とにかく話し合いをしなければならない、話し合いしかないといった具合にして、ロシアがお金を求めるんであれば経済協力という名で日本側からの資金提供もしくは
民間企業の開発事業を斡旋するようなことなどしかできなかったわけです。これらは基本的にロシアにとっては得にしかならない話ですから、北方領土を返すわけもないんだけれど、でもその話を引っ張るだけでお金をどんどんと引き出すことができるんであれば、ロシアにとってはこれほど都合のいい話はなかったわけです。しかし今回のことを一つのきっかけとして、ロシアは北方領土を返す気なんてそもそも全然なかったんだよということを前提とした上で、ロシアにとって得になるような経済協力関係などについてはそもそも論としてしないぐらいのことを考えるべきでしょう。ただしこの話をする上で、日本はロシアからの天然ガスもしくは石油の輸入などを行っています。しかしこの問題について言っても、私は日本には解決策はあると思っています。なぜならば岸田首相自身が日本では原発が稼働していない問題があり、原発1基を稼働するだけで天然ガス100万トンレベルの節約ができるという話をしています。膨大な量の天然ガスの節約ができるのであれば、ロシアから天然ガスを輸入していたヨーロッパの国々が困っていることに関して明らかに日本は貢献できるわけです。日本の原発では東日本大震災をもとにしてその教訓を生かす形で改修などが進められてきています。ですからすでに再稼働することができる、そうした原発は非常に多くなっているのです。ですから日本の原発を動かすことによって天然ガスの使用量を減らして、その減らした分をヨーロッパへと回せば、ヨーロッパのロシアに対するエネルギー依存を少しでも解消することができるわけです。今国際情勢といったものは非常に激しく動いているわけですが、そのような情勢が激しく動いているからこそ、自分たちが今までやってきたことを見直した上で、じゃあ未来に向けて何をしていかなければならないか、その未来志向といったものが今日本は試されていると思います。ただしこの点に関して言えば、岸田首相がその役目を負うにはちょっと力不足じゃないかなといったことはあるのですが、しかしそのようなことも言っていられないので、まずはみんなで考えよう、そしてそのような世論を広げていくということも私は大事なんじゃないかなと思っています。というわけで今回の話はここまで。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。